はいどうも、キスケです。今回は限定 S ランクキャラクター、イロヒ、性能解説やっていきます。イロヒは霊異能キャラクターで、NTE では初となる限定サポーターです。白チュームというゲージを貯めながら、チーム全員を回復したり、攻撃力をバフしたり、敵の防御力を無視したりと、サポーターとして必要な性能を全て持っているキャラクターですよね。今回はそんなイロヒの使い方、性能、おすすめの凸、おすすめパーティーなど分かりやすく解説していきます。よければ最後まで見てってください。イロヒに関する皆さんの評価もよければコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。それではイロヒの性能解説やっていきます。まずイロヒを使う上で大事なのが白チュームと呼ばれるこちらのゲージ。この白チュームというゲージは最大100まで貯めれて、通常攻撃を5段すべて発動すると20、バイレールスキルで16、サポートスキルで10と、様々な方法で蓄積できます。使用方法も簡単で、白チュームが一定数溜まっていると、各スキルで白チュームを消費できます。厳密に言うとこのライン、白チュームを最低30まで貯めると、通常攻撃の長押し、バイレールスキルの長押し、そして EX レール集結で使用できます。それでは白チュームを使って一体どんなことができるのか見ていきましょう。通常攻撃は最大5段、敵に霊異能ダメージを与え、攻撃が命中すると白チュームを蓄積します。通常攻撃を全段ヒットさせると白チュームを20獲得できます。当然落下攻撃や極限回避後の攻撃でも白チュームを蓄積できます。そしてこの蓄積した白チュームは通常攻撃を長押しすることで使用することができます。通常攻撃を長押しすると羊のモルペウスを召喚し、白チュームを消費しながら連続攻撃を発動します。弾幕のような攻撃が見えるでしょうか。これが白チュームを消費しながら行う連続攻撃です。ちなみにこの攻撃はキャラクター交代しても打ち続けてくれます。白チュームは消費してしまいますが、サブアタッカーのような動きもできるということですよね。この白チュームは口述する EX レール集結で使いたいんですけど、しっかりとゲージの管理をして EX レール集結で使う分の白チュームを残しながら戦うという練習をすれば、この通常攻撃の長押しも使えるんで、練習しがいのあるスキルです。バイレールスキルは敵に霊異能ダメージを与え、白チュームを16蓄積、さらにイロヒの基礎攻撃力 10% 分の攻撃力バフ、チーム全員の HP を回復、そして一定範囲内の敵を引き寄せます。このバイレールスキルが超使いやすくて超強いです。バフの継続時間が20秒で、バイレールスキルのクールタイムが12秒なんで、気をつけていればバフが途切れることはありませんし、何より引き寄せがね、便利すぎる。使ってみるとわかるんですが、思ったより引き寄せ範囲が広いです。軌道外領域のようなコンテンツだと超活躍します。そしてバイレールスキルを長押しすることで白チュームを消費することができます。バイレールスキルを長押しすると味方3体をトランス状態にして戦闘をサポートさせます。長押しすると味方が羊に変化したのが分かりますかね。アイコンも変わってますよね。このトランス状態中の味方は自動的に敵を攻撃するようになり、敵からの攻撃を受けなくなります。キャラクター交代もできなくなるので、バイレールスキルを長押しして白チュームを消費するとイロヒ短期で戦うことになるということです。そしてこのトランス状態は戦闘の終了時、EX レール集結の発動期間中だけ解除できます。これはね、ちょっと使いづらいかな。貫突するとイロヒ短期でも戦えるようになるんですけど、無突とか一突とかだと正直使い道がありません。間違えて長押ししないように注意しましょう。味方が羊になってしまいます。お次は EX レール集結。白チュームが一定量溜まっていない状態で EX レール集結を発動すると、夢の世界の扉を開き、チーム全員の HP を持続的に回復します。白チュームが一定量溜まっている状態で EX レール集結を発動すると、
夢の世界の扉を開き、チーム全員の HP を持続的に回復。さらに範囲内にいる敵に持続ダメージを与えます。そして夢の扉が開いている間、トランス状態の味方がいると、そのキャラクターを一時的に復活させます。白チュームを使わないと単なる HP 回復スキルになってしまうんで、 EX レール集結を発動するときは白チュームがしっかりと溜まっているか確認しましょう。なので基本的には白チュームを EX レール集結だけで使うよう立ち回ればイロヒを強く使えます。通常攻撃を使う時間はもったいないんで、サポートスキルで表に出てきて即バイレールスキルをターンオンし、その後キャラクター交代。この流れで白チュームを蓄積していき、ある程度溜まったら集結発動。このように立ち回っていきましょう。サポートスキルでは前方の敵に霊異能ダメージを与え、チーム全員の HP を回復。さらに白チュームを10蓄積します。サポートスキルでも HP を回復できるのが非常に優秀ですよね。パッシブスキルでは異能連環の創生を強化。創生種が生成されてから3秒後、創生種の複製体を1つ生成します。さらにこの複製体は 0.5 秒に1回最大20発の攻撃が発動し、複製元の攻撃力 37.5% 分のダメージを与えます。はい、ぶっ壊れスキルです。 0.5 秒に1回最大20発ということは、複製体は10秒間続くことになりますし、さらに言うとこの複製体は創生種の生成可能数の上限に含まれません。この効果のおかげで助演やナナリと組み合わせると創生の弾幕を張ることができて超爽快です。とんでもない創生ダメージが発生しています。そして創生種が生成されてから3秒後に10秒間続く複製体が生成されるということは、最低でも13秒間フィールドに創生種が存在することになります。つまりシンクとの相性が抜群です。シンクパーティーに採用されているハソールやエイが延滞の持続時間を延長してくれるんで、延滞の持続時間いっぱいいっぱいまで創生種が攻撃してくれます。まさにシンクのためにこのパッシブスキルが調整されたのではと思えるほどドンピシャの性能です。この効果のためだけにイロヒを引いてもいいんじゃないかと思えるほどぶっ壊れてます。もう一つのパッシブスキルは、イロヒが治療を行うとき、追加でチーム全員に敵の防御力を 5% 無視する効果を付与します。こちらもたまげた能力です。イロヒが治療を行うタイミングというのが、まずバイレールスキル、次にサポートスキル、そして EX レール集結なんで、ほぼ全てのタイミングで防御力無視を付与できます。バイレールスキルを発動するだけで攻撃力バフ、HP 回復、襲撃、防御力無視が付与できるということです。破格すぎませんか？ただただバイレールスキルを打ってるだけでも強いですよ、この子は。しかも回復タイミングが多いですから、防御力無視が途切れることはほぼありません。そしてイロヒは3つ目のパッシブスキルを持ってます。バイレールスキルの欄を見れば載っているんですが、イロヒがチームに編成されていると自動的に戦闘不能になった味方をトランス状態にすることができます。バイレールスキル長押しでトランス状態にするのは非推奨なんですが、たまたま戦闘不能になってしまった味方をトランス状態にできるということになると話が変わってきます。 EX レール集結で一時的に復活もできますから、こちらも破格効果です。というわけで以上がイロヒの戦闘性能です。様々な手段で白チュームを貯めて EX レール集結で白チュームを消費。こんな使い方でも強く使えます。パッシブスキルが漏れなく全て強いという初の限定サポーターなだけあって超優秀ですよね。しかもイロヒはなかなか面白いキャラ特性も持ってますから、このまま続けて見ていきましょう。イロヒのキャラ特性は、フィールド上にいる小動物にインタラクトするとランダムな育成アイテムを獲得できるようになります。これは1日3回までで上限は999回です。育成アイテムなんて何ぼあってもいいですから、これはありがたい特性ですよね。
ちーちゃんみたいに上限はありますが、もらえるだけ嬉しいってもんです。シティスキルはカフェに関するものとタクシーに関するものの2種類。カフェに関するものは集客数と食材の消費速度が下がります。タクシーに関するものは基本運賃がプラス1000ファンス、客1人当たりの満足度上限がプラス25されます。タクシーでシティスキルを消費している人は育成しましょう。ここからはイロヒの育成解説やっていきます。まずスキル育成優先度なんですが、 EX レール集結が最優先。時点でバイレールスキルとサポートスキルが同じくらい。時点で通常攻撃です。前半3つに関しては育成することで回復量が上がります。攻撃力バフに関しては育成しても変わらないんで、そこまでがっつり強化する必要はありません。どれだけ回復したいかによってレベルを上げるのがいいと思います。で、もしイロヒをアタッカーとして使いたいなら、通常攻撃のレベルもがっつりと上げましょう。バイレールスキルで味方をトランス状態にするんで、イロヒ短期で戦うことになります。なのでアタッカー運用する場合はスキルレベルの要求値が高くなってしまいます。続いておすすめ小判について。最適はモチーフ小判の偽りの門が最適。時点で漆黒の青春妄想。時点で A ランク小判のひらめきデスゲームです。偽りの門は攻撃力アップ。装備者が治療を行うとき、自身の与える霊能ダメージプラス 30%、チーム内の他のキャラクターが与えるダメージプラス 15% と、イロヒの攻撃力を上げつつしっかりと味方をバフしてくれます。リキッドにサポート寄りの小判が少ないことから代用小判は少なめです。おすすめギアは音速ヘッジホックが最適。2セット効果でチャージ効率プラス 12%、4セット効果で装備者が EX レール集結を発動後、チーム全員の攻撃力プラス 15% されます。おすすめメインステータスは治療アップ、もしくは攻撃力パーセント。サブステータスは攻撃力パーセント、時点で攻撃力、時点でクリティカル率、もしくはクリティカルダメージです。サポーターなんで厳選難易度は低めです。ちなみにイロヒをアタッカー運用したいのであれば、音速ヘッジホックではなく森に住むホタルの心を装備してあげましょう。それではイロヒを使ったおすすめパーティーを見ていきます。まずはイロヒの追加で大幅に強化されたシンクパーティー。イロヒ、シンク、主人公ハソールです。ハソールの枠はエイと入れ替えてもらっても構いません。エイの方が延滞時間が長くて強いんですけど、敵が動き回るタイプだと当たらないことが多いんですよね。ハソールより操作が多いですし、なので好みで使い分けてください。このパーティーはイロヒがいることで創生発動の3秒後に創生種の複製体を生成することができます。これによって持続時間を伸ばした延滞を最大限まで活用できますから、ガンガン重蓄が発動して暴走状態シンクのバイレールスキルがガンガン回ります。さらに言うとイロヒの攻撃力バフや防御力無視がシンクに付与されるんで、トータルダメージがとんでもないことになりますよね。本当シンクを引いた人はイロヒまでセットで引くことを強く勧めます。それぐらい強いです。続いて創生を主軸にしたパーティー、イロヒ、ナナリ、主人公ジョエンです。この編成もマジで強くて、イロヒのパッシブスキルが創生種が生成された3秒後に複製を生成でしょ。ナナリが創生種の攻撃頻度アップでしょ。ジョエンが創生種を追加で1つ生成と生成上限のアップでしょ。この3人の創生強化が合わさることでとんでもない弾幕ダメージを与えることができます。これがほんと楽しい。連関値がたまれば主人公に交代すればいいだけですし、メインは7里で攻撃するだけなんでローテーションも超簡単。強いて弱点を挙げるなら創生のダメージ音がうるさすぎる、それくらいです。最後にレクイエムをメインアタッカーとして使うパーティー、イロヒ、レクイエム、ハニヤ、サキリです。レクイエムを3人のサポーターでハイパーキャリーしてあげます。
このパーティーではイロヒの創生強化を活かすことができないんですけど、レクイエムのアタッカー性能が高すぎるんで問題ありません。レクイエムはできるだけ表で殴り続けたいキャラクターですから、3人でサポートするというのは理にかなってます。一応レクイエムを一突していれば異能連環の失界を狙うこともできますから、より強く使えると思います。それではシンクパーティー使って実戦の方をやっていきましょう。まずはイロヒのバイレールスキルで各々のバフをかけていきます。あとは連環値を利用して異能連環の重蓄を発生。シンクの EX レール集結で暴走形態に突入し、効果力を叩き込んでいきます。ほんとこれだけです。注意点としては、このローテーションだとイロヒのバフがギリッギリなんですよね。シンクの体力バー下にある緑の丸、これがイロヒのバフなんですけど、よく見といてくださいね。ギリッギリでしょ最後のブレスギリッギリなんで、かなり急いでローテーションを回す必要があるというのは注意しましょう。でもそれぐらいかな。操作に余裕がない人はイロヒを最後の方に出すことで、シンクの暴走形態中、ずっと攻撃力バフを付与した状態で戦えるんで、そういうことを試してみてください。で、あとは敵の HP を適当に削り切って勝利ですかね。なかなか簡単なローテーションでこの火力ですよ。とんでもないです。それでは覚醒効果とおすすめ覚醒を解説していきます。まずは覚醒1。イロヒが場にいないとき、毎秒白チュームが3ずつ回復。また白チュームの蓄積効率プラス 30%、 かつ戦闘開始時に白チュームの蓄積量が最大になります。この効果を取るか取らないかで白チュームの溜めやすさが段違いですよね。続いて覚醒2。任意の仲間がスキルを発動すると、イロヒは羊を1体召喚し、イロヒの攻撃力 200% 分に当たるダメージを与えます。さらに味方全員の HP をイロヒの攻撃力 120% に当たる分回復します。クールタイムは5秒です。続いて覚醒3。イロヒの治療効果プラス 36%。 続いて覚醒4。トランス状態中の羊たちの攻撃倍率が増加します。メインアタッカー運用したいなら取りたいですよね。続いて覚醒5。イロヒのパッシブスキル強化。イロヒの基礎攻撃力 15% 分、チーム内の攻撃力を増加させます。これはイロヒが治療をすると防御力無視のバフを付与するんですけど、それと同時に攻撃力バフも付与できるようになるということです。最後に覚醒6。 EX レール集結を発動した後に復活したキャラクターは 100% の HP、 50の連環値、50の集結エネルギーを獲得します。この効果を使うならバイレールスキルの長押しで味方をトランス状態にする必要があるんで、アタッカー運用したい場合に取る覚醒効果です。そしてイロヒを3突すると各スキルのレベルプラス1、さらにチーム全員の防御力プラス 30%、 貫突するとチーム全員のクリティカルダメージプラス 25%、 さらにチーム内にトランス状態の仲間が1人いるごとにイロヒの余ダメージプラス 15%、 クリティカル率がプラス 5% されます。これはちょっと貫突効果が強すぎるね。おすすめ覚醒効果に関しては覚醒5、時点で覚醒1、時点で覚醒2、時点で覚醒6、時点で覚醒4、時点で覚醒3です。この優先度はイロヒをサポート運用したい場合の順番になります。そもそもイロヒをメインアタッカー運用したい場合は貫突効果を取らないと厳しいと思います。なので基本的にはおすすめの順番通り覚醒効果を取ってもらって大丈夫です。特に覚醒5に関しては通常ローテーションをしてればおまけで攻撃力のバフを付与してくれますから、使用感が変わらず強くなりますし、覚醒1を取ればイロヒが控えにいてもガンガン白チュームが溜まっていきます。白チュームの溜まる速度が上がるんで
使用感が変わりますがめちゃくちゃ強いです。覚醒効果が分かったところでモチーフ小判か1凸かどちらを優先すべきか解説します。結論から言うとモチーフ小判です。というのもリキッド型の小判でサポート運用できる小判がなさすぎてほぼモチーフ小判一択という状況です。なので覚醒効果も超強いんですがコスパよくイロヒを強くしたいならモチーフ小判がおすすめ。それでは最後にイロヒを使ってみての感想、強み弱み、どんな人におすすめかを話していきます。まず強みとしては圧倒的な汎用性、これですよ。特定の属性を強化するというバフではなくて攻撃力アップや防御力無視を付与してくれますし、さらには HP の回復量が破格です。とりあえずイロヒを採用してからパーティーを考える、そんなことができるくらいには汎用性が高いと思います。そしてすでに強い創生パーティーを超強化してくれるということ。この創生パーティーの強みってどの距離でも強いんですよね。近距離はナナリが殴ってくれますし、遠距離は創生が攻撃してくれます。雑魚敵がばらけるステージでもイロヒのバイレールスキルで襲撃できますし、本当どんなコンテンツでも戦えるんですよね。HP 回復もバフも潤沢ですしね。なのでナナリを持っている人はさらなる強化が見込めます。次に将来性が段違いだということ。汎用性が高いということは同じようなサポーターが実装されるまで活躍し続けます。しかも付与してくれるのは攻撃力や防御力無視なので、今後実装するメインアタッカーととりあえず組ませてみるなんてことが可能です。しかも襲撃までできますからね。引いて損のないキャラクターだと思います。逆に弱みとしては貫突しないとアタッカー運用できないことでしょうか。まあでもこれは無凸でもサポーターとして優秀なイロヒにとって贅沢な悩みなんですけど、バイレールスキルの長押しで味方全員をトランス状態にするという効果、これはアタッカー運用しないと使いどころがありませんから、無凸だと死にスキルになってしまうんですよね。そこのもったいなさはありますよね。まあでも弱みとして挙げるにはちょっと贅沢かな。以上のことを踏まえてどんな人におすすめなのか。大前提として全てのプレイヤーにおすすめです。待望の限定サポーター、 HP 回復、攻撃力バフ、防御力無視、裏からでもダメージを出せると汎用性も将来性も兼ね備えるとんでもないキャラクターですから、全てのプレイヤーが引いた方がいいです。ただそれだと解説のしがいがないので、特にこんな人はよりおすすめですというのを話していきます。まずイロヒが推しだという人。イロヒが推しな人はあらゆるパーティーにイロヒを採用できるんで推し満足度が高いと思います。今後出てくる新キャラクターとも組ませられるだろうなという将来性もありますし、推しキャラを長く使えるというのは嬉しいですよね。次にナナリ、シンクを持っている人。イロヒは汎用性がえげつないんで大抵のアタッカーと組み合わせられるんですが、最大限イロヒの強みを活かせるのはこの2人です。創生強化でシンクの重蓄をフルに発揮できますし、ナナリの創生強化で創生の弾幕を張ることができます。属性の相性がいいんでこの2人を持っている人は是が非でも欲しいですね。以上のことを踏まえて引くか引かないかを検討してみてください。いかがだったでしょうか。今回は限定 S ランクキャラクターイロヒの性能解説でした。さすが限定サポーター、その名に恥じない強さです。付与するバフが汎用性抜群ですし、ヒーラーとしての仕事もできますから、今実装されているメインアタッカーともほとんど組めますよね。息も長そうなキャラクターですし、超おすすめできるキャラクターでした。皆さんはイロヒの性能に関してどう感じましたか。よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。